はい。皆さん、こんにちは。次郎です。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。皆さん、お元気に過ごしておりますでしょうか？はい。僕はとても元気です。はい。僕はいつでも元気です。いつもポッドキャストで言ってることなんですけど、東京の夏が暑すぎる。東京の夏、やばいかもしれない。なんかさ、7月上旬なのに、この暑さは相当やばいかもしれないと思ってる。だって、最近は、気温が30度を超える日しかないんだよ。で、まだ7月の上旬だよ。8月とか9月とかになったら、どうなっちゃうんだろうね。いや、もう本当に日本の夏は暑いよ。でも、東京だけなのかな？もしかしたら、北海道とか、東北の地方とか、そっちの方のエリアだったら、こんなに暑くないのかもね。いや、どうなんだろう。僕は、東京以外の天気予報は見ないんですよ。はい。で、最近の、20代よりも、若い人だったら、テレビを普段見ることはないんじゃないかなって思いますね。基本的には、携帯で自分の住んでるエリアの天気予報しか見ないですね。なんか全国の天気っていうのを見なくなりましたね。はい。皆さんお元気でしょうか？最近は僕気づいたことがあるんです。毎回僕は東京が暑いっていう話をこのポッドキャストでしてると思うんですけど、暑い以外にも、今年の夏で今年の夏について気づいてしまったことがあるんですよ。何かわかりますか？わからないですよね。あのね、今年の夏、例年と比べて蚊が多い気がする。うん。いやね、絶対に蚊が多い。僕今ね、6箇所とか7箇所刺されてると思うんだよね、蚊に。もう超かゆいんだよ、刺されたところが。で、去年ね、こんなに刺されてないと思うんだよね。だからね、蚊の存在っていうのは相当めんどくさいよね。前も僕が街を歩いてた時に、なんか右肘に少し違和感を覚えたんですよ。なんだろうなと思って右肘を触ってみたら血がついてたんですよ。うん。で、この血、ただの血じゃなくて、蚊が吸った血なんですよ。で、右肘を触った左手を見てみると、その血と蚊の残骸がついてたんですよ。もう本当に不快な気分になりました。うん。しかもね、その時蚊は殺せたんだけど、ちゃんとその右肘は蚊に刺されていたので、もう痒くて仕方ないかったですね。で、しかもね、僕は本当に怠惰な人間なんで、虫に刺された時につける薬あるじゃないですか。あれを買わないんですよ、僕は。いや、本当は、そういう薬を買った方がいいと思うんですよ。ただね、めんどくさくて買ってません。うん。めんどくさくて買ってないんだよね。だから、その腫れた部分もなかなか治らないし、かゆい状態っていうのがずっと続いちゃうんだよね。あだからね、そういった薬を買った方がいいとは思うんだけど、めんどくさくて買えてないですね。はい。薬局に行った時って、僕結構イラついちゃうんですよ。人生で生きてて、一番イラつく瞬間が、薬局の中にいる時かもしれないです。なんでかっていうと、薬局っていろんなものが売ってるじゃないですか。
だから、自分が買いたいものを見つけるのがとっても難しいんですよね。これ理解してくれる人いますかね？薬局って本当にいろんなもの売ってるじゃないですか。シャンプーとか、石鹸とか洗剤とか、本当にいろんなものが薬局では売ってます。ただね、売ってるものの種類が多すぎて、もうどこに何があるのかがわからないんだよね。でさ、僕は本当に恥ずかしがり屋だから、店員の方に声をかけるのもちょっと躊躇しちゃうんだよ。そう。だから一人でシャンプーどこかなと思って薬局の店内を動き回るんだけど、お目当ての品を見つけるまでに結構時間がかかっちゃうんだよね。そう。だからね、そういうこともあって、薬局に行って、虫刺されの薬を買うのを本当にためらってしまいますよね。はい。でも皆さんはね、ちゃんとそういった薬買ってください。買った方が、その薬を使った方が、蚊に刺された部分っていうのは早く治ると思います。でさ、最近本当に蚊に対して恐怖心を持ってるんだよ。だってさ、6箇所も7箇所も蚊に刺されたんだよ。もう本当にショックな気持ちなんだけど、もう、だからね、蚊に対して、すごい大きな恐怖心を持ってるんだよね。自分が動きを止めてしまったら、蚊が自分の体に止まってしまうかもしれないって思うと、動くのをやめられないんだよ。うん。だからさ、例えば、信号待ちで止まらなきゃいけない時あるじゃん。そんな時に、できるだけね、体を動かそうとしてます。常にね、自分の体が止まっている状態っていうのを作らないようにしてます。うん。だからさ、僕、住んでいるのマンションなんですよ。で、マンションに住んでるんで、エレベーターを毎日使うんですよ。で、エレベーターの中にいるときって、基本的に自分の体を動かすことないじゃん。ないと思うんだけど、あの、まあ、エレベーター、エレベーターの中に、自分以外の人がいなかったら、僕は最近動いてます。うん。誰にも見られてないので、エレベーターの中では僕は動いてます。はい。一人でダンスをしてます。想像してみてください。僕がエレベーターの中で、一人でダンスをしているところを。うん。あの、やっぱりね、体を止めてしまうと、その隙に蚊が自分の体に止まってしまうので、動き続けることが大切なんだよね。で、さすがに誰か人がね、自分以外の人が乗ってる、エレベーターに乗ってるときは、そんな怪しい動きっていうのはしないんだけど、自分一人のときは、ダンスをしてますね、エレベーターの中で。やっぱりね、人目がないところっていいですよね。僕も本当にプライベート空間大好きなんですよ。うん。皆さんもプライベート空間大好きですか？やっぱりね、一人でいる時間っていうのは、本当に幸せだよね。で、いろんな場面で僕は一人になりたいなって思うんだけど、例えば筋トレをしにジムに行くときだよね。あの、たまにね、一緒にジム行って筋トレしようよって誘ってくれる人いるんだけど、他人のペースに合わせて筋トレするのってちょっと僕苦手なんだよね。だからね、僕はずっと作業とか筋トレとか何かしら物事をするときは一人になろうって心がけてる。うん。
ねえ、まあこんなこと言ってたらね、いつまで経っても結婚できないんだろうけどね。うん。やっぱり、まあ結婚して誰かと一緒に住むってなったら、まあ自分以外の人が、その家にいるわけでじゃ、家にいるわけじゃん。まあその状況を許容できないと結婚って無理だろうね。まあだから僕は一生結婚できないのかな。どうしよう。うん。でもね、やっぱり最近は、まあ結婚自体、うん、まあ選択しない人が増えてきてるよね。まあこれは世界的な流れだけどね。まあやっぱり、まあ結婚しなくても自分一人で幸せならそれで十分なのかな。どうなんだろうね。でもね、まあ、やっぱり、あの、自分が死ぬ瞬間に誰かに悲しんでほしいっていうのはあるよね。この考え理解してくれる人いるかな。あの、やっぱりね、死ぬ瞬間に自分一人って嫌だよね。うん。まあ、僕まだ20代なんだけど、そんなことを思ったりするね。まあ、例えばさ、まあ、結婚して、まあ自分の子供がいるとするじゃん。まあそしたら少なくとも自分が死ぬ時に自分の子供は悲しがってくれそうじゃん。うん。だからね、まあやっぱり家族がいるっていうのは結構いいことだと思うんだけどね。やっぱり自分が生きた証っていうのをこの世に残しておきたいなって思うんだよね。何しようかな。自分が生きた証を残すために何しようかな。うん。でやっぱり、まあ王様とかその場所の統治者とかは銅像を作ったりするよね。銅像って日本以外の国にもたくさんあると思うんだけど、あ、でもあれって、その偉人が死んだ後に作られたのがほとんどだよね、きっと。僕今一瞬、死ぬ前に自分の銅像を建てようかなって思ったんだけど、あれって、周りの人が建てるものだよね。うん、だから多分自分で銅像は建てないよね。銅像って他人から建ててもらうものだよね。うん。じゃあ、そうだね。まあ僕の未来の目標は、まあ、銅像を誰かに建ててもらえるような、まあそんな立派な人間になることが、僕の将来の夢かな。うん。まあでもなんだろうね。自分が生きた証を残すためにやれることってなんだろうか。ああ。まあやっぱり僕は今こうやって、ポッドキャストをやってるから、まあ、このポッドキャストを、まあ、YouTube 上に残し続けて、まあ、後世まで受け継ぐっていうのは、まあ一つの案としてはありだよね。まあね、YouTube がいつまであるかわからないんだけど、まあ僕はね、とりあえずこのポッドキャストを頑張ることにしようかな。うん。まあね、まず僕ができることと言ったらそれくらいかもしれないね。うん。まあ、皆さんは自分が生きた証、残そうと思っていますか？まあ別に無理に残さなくてもいいよね。まあそれもね、まあ一つの考え方だよね。まあ、やっぱり自分が生きてる時間、自分の人生を存分に楽しむことができれば別にそれが自分の存在自体が後世に受け継がれなくても別にいいよね。うん。まあそれは、まあ考え方は人それぞれだからね。まあいろんな考え方があるよね。うん。
そうだ、このお話なんでしてるんだっけ。僕のポッドキャスト、よくあることなんですけど、なんでこの話をしてるのかがわからなくなるっていうね。生きた証を残す話になったのはなんでだっけ。忘れちゃった。ちょっとね、最近記憶力がね、悪くなってきてるんですよ。僕がね、蚊にたくさん刺されてる話はしたよね。うん。蚊は本当に大嫌いですよ。うん。蚊のこと好きな人なんているんですかね。蚊って人間にとって害しかないですよね。蚊が僕たち人間にもたらしてくれる利益ってなんかあるのかな。蚊って何もいいことしないよね。僕たちの血液は吸うし、なんかわけのわからない未知のウイルスを流行させるし、蚊って本当に必要ではない存在だよね。うん。僕は最近は蚊に限らず、虫全般が苦手になっちゃったね。うん。昔はね、虫大好きだったんだけどね。バッタとか、カマキリとか公園で見つけると、それを手で掴んでたんだけど、いつの日からか、そんなことはね、できなくなっちゃったね。僕の世代の日本人の男ならわかると思うんだけど、僕が、5歳とか6歳ぐらいの時に、虫キングっていうゲームが流行ったんだよ。これ知ってる人いるから、これを知ってたらね、相当日本について詳しいと思うよ。虫キングっていうゲームが昔流行ったんですよ。でどういうゲームかっていうと、そのゲーム機はね、ゲームセンターにあるんだよね。で、ワンプレイ100円でプレイできるんですけど、100円をそのゲーム機に入れると、カードが1枚もらえます。で、そのカードに、カブトムシとかクワガタの、写真が書いてあるんだよね。で、その虫を使って敵の虫と戦うっていう、そういうゲームなんだよね。これがね、本当に大流行してました。5歳とか6歳児の間で。でね、ワンプレイ100円で1枚カードをもらえるんだよね。で、つまり、1枚のカードを100円でゲットできるんだよ。でね、そのカードが入ったアルバムが僕の家にはね、3つありましたね。で、だからね、相当お金かかってると思うんだよな。ああ、僕のお父さんとお母さんは、5歳の時の僕のために結構お金をかけてくれたんだよね。うん。なんか申し訳ない気持ちになるね。うん。あんな、ね、子供が遊ぶ、昆虫の絵が描かれてるカードを買うために何円かかったんだろうな。うん、相当なお金がかかっていると思う。相当なお金を僕の両親は払ったと思うから、なんか申し訳ない気持ちになりますね。そう。昔はね、トンボを捕まえたりとか、カブトムシを捕まえてたりしたんだけど、いつの日かね、虫が苦手になっちゃったね。うん。まず、虫とか動物と触れ合う機会が全然ないんだよな。僕がのことを手で触れたのは、多分、小学校2年生ぐらいまでかなって思うんだよね。それ以降は、虫を見つけても触ったりしなくなっちゃったな。だから、今虫苦手になっちゃったんだろうね。小学校1年生とか2年生より後は、遊びといったら、野球とか、ドッジボールとか、そういう遊びをするようになっちゃったから、虫と触れ合う機会はなくなっちゃったんだよね。それでもね、虫以外の、哺乳類とかでも、僕はあんまり触れ合う機会がないね。
今まで犬とか猫とか、そういった動物を飼ったことがないんだよ。うん。だから、動物と触れ合う機会っていうのは今までなかったなぁ。でね、今僕、東京に住んでるんだけど、東京にはね、動物があまりいないんだよね。もちろんカラスは空を飛んでるし、鳩もいるんだけど、哺乳類自体があまりいないな。うん。もちろんね、東京都の中でも、田舎の方に行けばね、タヌキとかキツネとかを見ることはできるんだけど、東京23区で、うん。野生の哺乳類を見ることはあまりないかな。ただね、そうだ、思い出した。最近とある哺乳類を見たんですよ。うん。川で見たんだよね。うん。なんだと思う？僕が最近見た野生の哺乳類は何でしょうか？はい。答えは、コウモリです。東京にね、コウモリがいるんだよ。僕がコウモリを見たのは、夜の時間帯だったんだよね。で、夜に、真っ暗で、明かりも少ない場所だったんだけど、なんかね、目の前をね、黒い影が飛んでったんだよね。で、あれなんだろうなって思ったんだよ。で、最初は蝶々かなんかかなと思って、あれやっぱり蝶々より大きいから、鳥かなって思ったんだけど、鳥より小さいんだよね。うん。でね、よく見てみたらコウモリだったんだよ。そう。東京にもね、コウモリがいるんだよ。うん。なんか僕の中のイメージだと、コウモリって洞窟の中にいるイメージなんだよね。ただ、東京の川にもいました、コウモリが。普段どこにいるんだろうね。昼間にコウモリは見たことないんだよ。今まで。人生で一度も。で、夜になったら多分活発に活動すると思うんだけど、昼の間ってどこにいるんだろうね。うん。気になるな。みんなはさ、野生のコウモリ見たことある？コウモリって結構身近にいるんだよね。あ、ね、動物園とかではもちろんコウモリのことを見たことがあるけど、野生のコウモリを見るのはね、結構貴重な体験だと思う。あとね、そういえば最近他の哺乳類も見たな。でもね、その哺乳類を見たのは東京じゃないです。うん。神奈川県っていう県が東京の隣にあるんだよ。で、その神奈川県の、森の中の道を、友達とドライブしてたんだよ、夜に。で、森の中の道だからさ、すごい狭いんだよ。道が狭いんだよ。で、運転してたのは僕じゃなくて、運転してたのは僕の友達なんだけど、あの、その友達がブレーキを踏んだんだよね。そしたら目の前に大きな鹿がいたんだよ。うん。で、その時結構僕怖くなっちゃったんだよね。で、なんで怖くなったかっていうと、あの、もしこの車にこの鹿が追突してきたらどうしようって思って怖くなったんだよね。で、僕たちは、基本的に僕も僕の友達も、自分の車は持ってないんだよね。だから、そのドライブしてた時も、レンタカーでドライブしてたんだよ。だからさ、万が一、鹿がその車に追突してきて、その車が破損したら、めんどくさい状況になるじゃん。だから僕はそれを恐れたんだよね。仮に
車が破損したとしたら、警察に電話はしなきゃいけないし、レンタカーの運営会社に電話もしなきゃいけないから、結構めんどくさいんだよね。しかも、そのドライブしてた時間帯が、午前1時とか、そんくらい、結構ね、夜遅い時間帯だったから、多分、そのレンタカーの運営会社もやってないし、あの、警察の方にも迷惑をかけちゃうしっていうので、追突しないでくれって願ってました。うん。でもね、無事、鹿は、その場所から移動して、えー僕たちは、車を前進させることができました。うん。そうだね。だから、東京都内で、動物を見ることはなくても、ま、田舎の道を車で運転してて、野生の動物を見ることはあるね。僕が今まで見たことがあるのは、さっき話した鹿、あとはキツネ、あとは猿だね。うん。で、猿はね、結構群れで行動するんだよね。これ猿の種類にもよると思うんだけど、日本に生息してる猿は基本的に群れで行動するから、あのね、一度に10匹とかがいるんだよ、猿が。うん。だから結構、うん。そこの近くを運転するときは結構怖い。うん。だけどね、たまにね、その、道路の上で、なんか、食事をしてる猿とかがいるんだよ。そうなるとさ、引かないように気をつけなきゃいけないから、それがね、結構神経使うんだよね。うん。そう。だから、動物とは触れ合う機会が、あまりない人生を今まで送ってきました。でもね、今僕は一人暮らしで、家に帰ってきても誰もいないから、寂しいからね。犬が一匹いてくれれば、その寂しさも紛れるかなとは思うんだけどね。みんなは、犬と猫どっちが好き？どっちの方が好み？うん、僕は、犬の方が好きかな。うん、あまり犬も猫も触れ合った経験はないんだけど、犬って結構可愛いよね。なんか僕が今まで SNS とかで見てきた動画とかだと、あの、ただいまって言って家に帰ってくると、犬って全速力でこっちに向かってきて、出迎えてくれるイメージなんだよね。ただ、猫とかってそんなに、その自分が帰ってきたタイミングでもあまり歓迎して出迎えてくれないイメージなんだよ。うん。だからやっぱり犬の方が飼ってみたいなって思うかな。うん。でもね、やっぱり、生き物を飼うって、相当ハードル高いんだろうなって思う。やっぱりさ、その飼った生き物を死なせちゃいけないじゃん。多分、わかんないけど、人間の場合1日3食食べるよね。朝食、昼食、そして夕食を食べるよね。で、犬ってさ、1日何食食べんの？わからないんだけど、仮に1日3食犬も食べるとすると、1回でも餌をやるのを忘れてしまうと、お腹空かせるってことだよね、犬が。それはちょっとかわいそうだな。でさ、僕そういうこと結構忘れちゃうから、僕はね、やっぱり、ペットは飼わない方がいいかなって思うな。うん。うん、僕みたいなバカな人間がペットを飼うと、その飼われているペットが苦しむことになるから、やっぱり僕は犬は飼いません。うん。その飼ってるペットが自分で、料理をして、自分で自分の餌を
作ってくれたらいいんだけどね。まあそんな賢い犬はいないよね。まあそういう風に考えると、やっぱり、動物園で働いている飼育員の皆さんのことを尊敬しちゃうね。やっぱり命を預かる仕事って尊いよね。うん。でもやっぱり僕は最近ね、なんかね、動物園のことを考えると、動物に対してかわいそうだなって思うようになってきちゃったんだよね。みんなはどう？これってさ、結構いろんな意見があるじゃん。例えば、動物園反対派の意見は、えーまあ、動物が狭い空間に閉じ込められていてかわいそうっていうのが動物園反対派の意見だよね。でもそれはね、その気持ち結構わかるな、僕は。ゴリラとか、動物園にゴリラがいたとして、そういうゴリラを見ても、なんか、生きてる場所が狭そうでかわいそうだなって思うんだよね、僕は最近。多分さ、野生のゴリラが生息しているジャングルって、本当に広大じゃん。だから、ゴリラも好きな場所に好きなだけ移動できると思うんだけど、動物園でゴリラが飼育されている場所って結構狭いじゃん。でもこれって国によって違うのか？ね、日本の動物園って結構ね、一匹一匹住んでいる場所が狭いんだよね。うん。でもこれってやっぱ違うのかな？日本の国土が狭いから、動物園の動物が住むスペースってちっちゃいのかな？どうなんだろう。うん。で、動物園賛成派の意見について考えてみようか。賛成派の人たちは多分、動物園で動物を保護することが、絶滅を防ぐ一つの要因になってると思ってるし、あとはね、やっぱり野生で生き抜くのって相当厳しいと思うんだよね。でもその気持ちもわかるよね。やっぱり野生の生き物、例えばライオンを想像してみようか。ライオンってサバンナに生息してると思うんだけど、例えば3日間自分の目の前を、自分の獲物が通り過ぎなかったら、3日間食料にありつけないってことじゃん。それに仮に自分の獲物が自分の目の前を通ったとしても、その獲物を捕まえられなければ、食事することできないってことじゃん。そう考えると、動物園に飼育されて、定期的に飼育員から餌をもらう生活っていうのは案外悪くないのかもね。どうなんだろう。動物園賛成派、反対派、二つの意見があるけど、みんなはどっち派？僕はね、やっぱり、あの、自由なことが好きなんだよ。うん。自由でいたいなって思うから、例えばね、自分がゴリラで動物園に入れられるってなると結構苦痛かもしれない。うん。ただでさえ自分が住むエリアっていうのが狭いのに、毎日人間から自分の行動とか、自分の様子を観察されるわけじゃん。それって結構ストレス溜まりそうだよね。うん、結構ストレス溜まるんじゃないかなって思うんだよな。うん。だからね、僕は、仮に僕が動物であっても、動物園に入りたいなとは思わないかな。僕は長らく動物園には行ってないな。動物園ってどういうタイミングで行くんだろうね。
なんかね、僕が、子供の頃は、家族と一緒に動物園に行ったりしたな。でも、大人になってから動物園って行くことないよね。うん。日本にもね、何個か有名な動物園はあるんだよね。東京だったら上野動物園っていう動物園がある。で、中国からいただいた、パンダが飼育されてるね。上野動物園には。うん。で、あとはね、北海道の旭川動物園っていう動物園があるし、名古屋にも東山動物園っていう動物園があります。うん、僕は今行った動物園は全部行ったことがあるな。うん。でも、どうなの？みんなさ、日本に来て動物園に行こうっていう気持ちになる？うん、ならないんよね。うん。日本で、日本の動物園で飼育されてる動物って、もちろん日本産の動物もいるんだけど、結構ね、海外産の動物も多いんだよね。うん。で、どうなんだろう。世界の、日本以外の国の動物園もそんな感じなのかな。自分の国の動物以外も飼育してるのかな。それだったら、えー、どこの、世界中どこの動物園に行っても変わらないよね。うん。そう。だから動物園は、反対派と、賛成派に分かれると思うんだけど、皆さんはどっちの意見ですかね。うん、なんかこういうディベートさ、学生の頃よくやったな。中学生の頃かな、高校生の頃かな、忘れちゃったんだけど、動物園について反対か賛成かみたいなディベートを英語のクラスでやったのを覚えてるね。そう、こういうテーマがいくつかあるんだよな。他にどんなテーマがあったっけ？死刑制度は反対か賛成かみたいな、そういうディベートもあったかもしれない。うん。このポッドキャストを聞いてる人って、世界のいろんな国の方が僕のポッドキャストを聞いてくれてるんだけど、実はね、日本って死刑がある国なんですよ。結構ね、重罪を犯すと、えー死ななきゃいけないっていう、そういう国です。はい。これもね、日本国内でいろんな、あの意見があるんだけどね、今のところは、死刑っていうのがありますね。うん。他に有名なディベートのテーマって何があるかな？ね。何があるかな？日本で言ったらね、サッカーがいいか野球がいいかっていう、ディベートは、結構ね、いいディベートのテーマだと思うんだけど、世界的に見たらね、もう全然サッカーの方が人気だから、このディベートのテーマは世界的にはあまり使えないよね。うん。懐かしいな。みんなも、こういう授業やったディベートとかやった学生の頃に。僕はね、そういった、ディベート形式の授業は好きだったな。これも国によって違うと思うんだけどさ、やっぱり普通の講義ってつまらないじゃん。一方的に先生が話して、その話を聞いてノートを取るだけみたいな、そういう授業ってつまらないじゃん。だからね、やっぱり、自分が話す機会がたくさんある、そういう授業が僕は好きだったな。でね、やっぱり僕は高校生の頃を思い出すと、授業がつまらなくて寝てたことを思い出すね。うん。
僕っていうか、日本の高校とか、日本の中学って、生徒のほぼ全員が、部活動を頑張ってるんですよ。で、部活動って、何かっていうと、えーサッカー部とか野球部とかバスケ部があるんですけど、まあ、授業が全部終わった後に、2時間とか3時間とか、そういう部活の練習があるんだよね。で、まあ、授業が始まる前に朝の練習をする人もいるんだけど、だからね、結構授業の時間って疲れてるんだよね。だから、僕はね、高校の頃は授業中に結構寝ちゃってましたね。うん。で、せ、先生に怒られる寝方と、先生に怒られない寝方があるんだよね。で、僕は寝てて、先生にあまり怒られたことないんだよ。うん。だけどね、人によっては、あの、怒られてる人もいるんだよね。で、先生に怒られる寝方っていうのは、もう完全に机に頭をつけて、突っ伏している状態で寝てると、先生に怒られます。うん。だけど、僕みたいに、えー寝ないように頑張ってるけど、寝ちゃってる状態。つまり、机に頭をつけてないで、座った状態で頭がゆらゆら揺れてる状態だと、先生は怒りません。これはね、学校にもよると思うし、え先生にもよると思うんだけど、僕の場合は、そういう寝方をしてたんで、授業中に寝てたとしても、先生に怒られたことはないね。他に授業中に怒られてた人って、どういうパターンがあったかな。そうだ、思い出した。僕が中学生の頃はね、授業中にスマホでゲームしてる人もいたね。で、本人はバレてないって思ってるんだけど、教託から見ると、バレバレなんだよね。そう、その机の下に自分の手を隠して、で、スマホでゲームをやってる生徒って結構いたんだよね。だけどね、あの、先生に見つかると、その携帯を没収されてたね。で、ひどい時だと2ヶ月とか3ヶ月とか、携帯が、その先生から生徒の手に返されないっていうこともあったね。やっぱり、携帯を使うこととか、寝ることとかって、やっぱり、世界共通で許されないことだよね、授業中だと。どう？みんなの国でも同じ？あとはね、授業中にお弁当を食べてる人もいたね。教科書で、その、壁を作って、その教科書の内側で、その、教科書でお弁当を隠して、先生からそのお弁当が見えないようにしてご飯を食べてる人がいたね。やっぱりさ、中学生とか高校生ってさ、食欲旺盛だから、なんかすぐお腹空いちゃうみたいなんだよ。だからね、僕の周りではそうやって先生からお弁当を隠してご飯を食べてる人がいたね。なんかさ、今考えると、すごいバカっぽい出来事だけど、なんか今考えると青春でいいね。うん。まあ、このポッドキャストを聞いてる方の中には現役で、学生の方もいると思います。そんな方々が僕は羨ましいな。うん。でも、さっき、授業中のスマホの使用とかって禁止されてたって言ったんだけど、最近の学校ってどうなんだろうね。
まあ、デジタル化が遅れてる日本でも、まあ、最近はね、そのパソコンとかタブレットとかを授業中で使ってるらしいんだよね。その、まあ、僕が学生だった頃は、まあ、教科書も全部紙の本だったんだけど、今はね、タブレットに全部その教科書の情報が入ってるらしいんだよ。すごいよね。で、僕が、まあ、小学生の頃とかさ、もう本当に、もう何冊も教科書をランドセルに入れて、その毎日学校と家を行き来してたから、まあ、結構ね、肩とか背中が疲れたんだよ。うん。さ、小学生の頃ってさ、小学生の体って結構ちっちゃいじゃん。うん。まあそんな小さな体をしてるのに、まあ大量の本とかをね、毎日背負って学校に行かなきゃいけなかったわけだから、まあ結構疲れたんだよね。でもどうなんだろう、最近の小学生とかってさ、その教科書の持ち運びとかもないのかな。タブレットしか持ち歩かないのかな、どうなんだろうね。うん。まあ、そこら辺の、まあ、事情もあんまり詳しくないな、僕は。うん。まあ、さっきね、さらっとランドセルって言ったんだけど、まあ、日本の小学生って、もうみんなね、同じカバンを使ってるんだよ。知ってるかもしれないけど、そのランドセルっていう、まあ、小学生だけが、まあ、背負うカバンがあって、まあ、それをね、背負って毎日学校に行ってましたね。多分今もそうだと思う。うん。でもね、なんか最近、なんか僕の頃とね、変わってきてるんだよね。なんか僕の頃って、まあ僕が小学生だった頃って、女の子は赤色のランドセルを持ってて、男の子は黒色のランドセルを持つっていうのが普通だったんだよ。なんかね、最近の小学生は本当にいろんな色のランドセル持ってる。だからいいよね。だってさ、まあ僕が小学生の頃って、多分、まあ男の子だったら赤色のランドセルを買いたくても買えなかったと思うんだよね。うん。なんか固定概念が定着しちゃってたんだよ。その男の子は黒色のランドセルで、男の子は赤色のランドセルっていうのがね。でも今は最近はなんか、水色のランドセルもあるし、茶色のランドセルもあるし、オレンジ色のランドセルもあるし、もう本当に人それぞれなんだよ。うん。まあ、ただ僕は、まあ今小学生だったとしても黒を選ぶから。うん。多分僕は黒を選ぶと思う。うん。でさ、そのランドセルが結構高額なんだよね。うん。ランドセル1個10万円とかするんだよ。高くない？だからね、まあもちろん安いモデルもあると思うんだけど、ランドセルって結構高いんだよね。だから、親御さんはね、結構な、費用をかけないといけないんだよね。ちょっとね、調べさせて、ランドセルの値段をね、今、調べる。ちょっと気になっちゃった。さあ、見てみましょうか。ランドセルの相場は、だいたい何円なんだろう。え最も買われてるランドセルの価格は、6万円から8万円らしい。めちゃめちゃ高額じゃん。6万円から8万円ってことはさ、今売ってるニンテンドースイッチと同じぐらいの値段じゃん。えそうなんだ。やっぱり子供を持つってお金がかかるんだね。いやー、ランドセルに6万円から8万円か。でもね、まあまあ小学校って日本だと6年間あるんですよ。
その6年間、1回も買い替えずに使うって思えば、そんなに高くないかもね。例えば6万円のランドセルを買うとすると、1年あたり1万円ってことじゃん。そういう風に考えると、そんなに高くないかもね。うん。いやー、でも、結構高額だな。うん。多分ね、これ昔からこんくらい高いと思うんだよね。まあ、僕が子供だった頃からは、いろいろ変わってますね。やっぱりね。今の小学生とかも虫捕まえたりして遊ぶのかな。ね。どうなんだろうね。だってさ、今ってさ、楽しいこといっぱいあるじゃん。任天堂スイッチがあるし、スマホもあるじゃん。だって僕が小学生だった頃って、小学校に入学した頃って、スマホがなかったし、うん。だからこんなに、好きな動画を簡単に手軽に見ることはできなかったからさ、今の子供たちって何歳からスマホを持ち始めるんだろう。ね、どうなんだろうね。なんか、スマホを幼少期から持つと、いろいろ悪影響ありそうだけどね。まあ、僕らの世代だと、あまり子供が小さすぎると、携帯は持たせないっていう、そういう教育方針の人はいたけどね。でもさ、今ってやっぱりスマホがあった方が便利だよね。例えば、その、子供の位置情報をオンにしておいて、親御さんがその子供がどこにいるのかっていうのを把握したりできるっていうのは結構便利だと思うんだけど、スマホって今何歳から持ち始めるんだろうね。でもなんか最近さ、オーストラリアだっけニュージーランドだっけなあの、子供の SNS の利用を禁止した国あったよね。どこだっけどこだっけあー、ノルウェーが2024年に、15歳未満の SNS の使用を禁止する計画を発表してるね。で、あ、オーストラリアだ。そうだ。オーストラリアで、2024年の12月に、16歳未満の子供が SNS を利用することを禁止する法律ができたんだ。なるほどね。あ、なるほど。SNS の運営、違反した場合、SNS の運営会社に罰金が課されるんだ。へえ。でも確かにね、SNS って危険だよね、子供たちにとって。やっぱり見知らぬ人と、出会うきっかけになるツールじゃん。それで知らない人と知り合って、リアルな世界で出会うってなると、何されるかわからないからね。そっか、でも16歳って結構年齢上だよね。僕は13歳ぐらいから SNS 使い始めたんだけど、でもやっぱり16歳ぐらいがやっぱり規制の対象としては一番、いいのかな。うーん。じゃあ SNS が使えなくなったら、そうだね。でも、SNS って、便利な面もあれば、なんか、自分の人生にとって不必要だなって思う時もあるよね。やっぱりさ、インスタグラムとか、そういった SNS を見てると、
やっぱりさ、そういう SNS に、その、載ってる写真とか投稿って、やっぱり全部がキラキラしてるじゃん。例えば、自分がフォローしてる人のキラキラしている部分だけが、その SNS 上にあるわけじゃん。で、やっぱりその、キラキラしてない自分と、比較してしまって、なんで自分ってこうなんだろうとか結構悩んだりしちゃうよね。だからね、やっぱり、SNS って、あ有、有効に使えば結構便利な面もあると思うんだよ。例えば、自分が、興味のある学問の教授に直接連絡ができるとか、そういう便利なことはたくさんあると思うんだけど、その反面、やっぱり僕たちの人生において、悪影響っていうのは少なからずもたらしてるとは思うよね。みんなはさ、何歳からスマホを使い始めた？僕は13歳の頃かな、初めてスマホを使ったのは。僕の初めての、僕の人生初めての携帯だったね。でも最初使い始めた頃は怖かったな。最初さ、スマホが登場し始めた時って、パソコンが小さくなった端末だよとかっていう説明が結構されてたんだけど、パソコンってやっぱりコンピューターウイルスがあるとか、やっぱり危険なイメージがあったから、そんな危険なものを、手のひらサイズで操作できるっていうのはちょっとね、怖いなって思う時もあったよね。うん。あとはやっぱりゲーム中毒になるんじゃないかなっていう、そういう不安もあったよね。僕は子供の頃はね、あまり周りの子供たちと比べるとあまりゲームをやってない方だったから、その分、自分はゲームにはまっちゃうだろうなっていう、そういう心配があったんだよね。だからね、僕は、自分の中で、あの、ゲームのアプリは入れないぞって決めて、しばらくね、ゲームのアプリを入れてない時はあったね。でもね、何年かしたらスマホで、たくさんゲームをやるようにはなったね。だから僕が、最初にスマホを持ち始めた、中学生の、頃は、周りの友達がやってるゲームを僕はやってなかったので、なかなかね、周りの人の友達の、周りの友達の話に入っていけないっていう、そういう、悩みはあったよね。うん。だけどね、僕は、13歳とかでスマホを持ってみてよかったなって思ってる。やっぱり、すごい便利だったからね、友達とやりとりするのが。でもどうなんだろうね。オーストラリアで SNS 禁止ってなってたけど、どの程度禁止されるんだろうね。TikTok とか Facebook とか、そういった SNS が規制対象になるんだけど、例えばメッセージアプリとかっていうのも禁止されちゃうのかな。どうなんだろうね。今ってメッセージアプリもたくさんあるじゃん。親とか自分の友達だけとかそういった人たちとだけメッセージするならいいと思うんだけど、今のメッセージアプリって、大体知らない人と簡単に繋がれちゃうから、うん、どの種類の SNS まで、禁止してるんだろうっていうのは、このオーストラリアの法律では、なんか興味深い、テーマだよね。うん。僕たちもね、YouTube も、一種の SNS だよね。最近はさ、コメント欄で、やり取りできるし、YouTube もいろんな機能
が増えてきて、なんか動画を見る以外にも、たくさんのことを楽しめるじゃん。で、こうやってね、僕のポッドキャストを聞いてくれる人がたくさんいて、こうやってつながり合えたのも、YouTube のおかげだなと思ってるので、こういった SNS をうまく有効活用して、人生楽しんでいければなと、僕はそう思ってます。なんか、僕、うまくまとめましたよね。はい。そんな感じで、気づいたら、時間になっていました。このポッドキャストを寝てる時に聞いてる人が多いと思うんだけど、何人の人が、ここまで聞くことができましたかね。はい。ということで、本日のポッドキャスト終わりにしようと思います。はい。皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。また次回のポッドキャストもぜひ聞きに来てください。それでは、これで終わりにします。バイバーイ。